私は今北マケドニアの首都スコピエに来ております。今日はこれから画面正面に映っておりますけれども、旧市街の横にありますスコピエ要塞を散策してみたいと思います。では行ってみましょう。おとつい北マケドニアのスコピエには来たんですけれども、おとついの夜から昨日の朝にかけて山間部でかなりの雪が降りまして、バスが無事到着するか少し心配だったんですけども、無事に到着して今日は非常にいい天気です。このスコピエは周囲を完全に山に囲まれておりまして、しかも山がすぐ近くに迫っております関係で、山頂が非常によく見えます。奥の方で分かりにくいかもしれませんけれども、山の上の方は雪が積もっています。この北マケドニアはかのアレキサンダー大王が生まれたところとしても有名で、これも多分そうだと思うんですけれども、ここのちょうど真反対にあります、広場には巨大な銅像があります。オスマン帝国に支配されていた時期がかつてあった関係で、ムスリムの割合がある程度あるようです。なので、特にこの旧市街だったりにはモスクなんかもよく見られます。旧市街の横を抜けてスコピエ要塞のすぐ真横までやってきました。入り口はもうすぐですね。スコピエ要塞の外側の入り口ですね。正面に要塞のメインの城壁が見えてきました。先日までいたセルビアのベオグラードにありますベオグラード要塞と同様にですね、こちらも無料で開放されてまして、観光客以外にも地元の人たちの、散歩だったりジョギングだったりの、憩いの場ということにもなっております。やはり、お城城壁関係は高いところにあることがいつものごとく多いので、軽い運動ですね、今回は程度ですが頑張って登りたいと思います。冒頭でもお話ししましたけども、このスコピエは盆地で周囲を山に囲まれております関係で、少し小高いところに立ちますと周囲の山が非常によく見えます。で、おとついの雪ですね、おそらく今朝もしくは昨夜も降ったんじゃないかとは思うんですけれども、正面の山々の高い部分には雪がびっしり積もっております。見晴らしが非常に良くて非常に綺麗ですね。地面が少々凍っておりますけれども、ようやくスコピエ要塞の入り口に着きました。ちょっと足元がおぼつかないんですけれども、気をつけて入っていきたいと思います。規模で言いますとベオグラード要塞よりもかなり小さいのは確かなんですけれども、その分ですね効率的に、当時の遺構を見て回れるんで旅行者にはかえってありがたいかもしれませんね。
要塞の一番高い部分ですねにたどり着きました。ここからさっきの山と反対側になりますが、こちらが現在のスコピエの市街地ですね。さほど高いビルはありませんけれども、やはり首都だけあって、住宅、ビル群、あと古い建築物などが集積しています。このスコピエ要塞は6世紀頃ですね、から建造が始まったとされていまして、実は今でも建設もしくは修復工事が続いているということであります。一番高いところに、物見櫓的な塔が2つありまして、非常に要塞らしい、雰囲気になっています。城壁に沿って歩道がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。今日は非常に天気が良くって見晴らしもいいですので、高いところに立ちますと本当に綺麗ですね。城壁の一方の端まで来ました。ここは城壁が突然終わってまして、特に柵もありませんので、おそらく40メートルぐらいあるでしょうか、下の道路まで一直線に、落ちております。正面に見える白い建物の後ろにありますのはおそらく競技場で、多分サッカー場じゃないかなというふうには思います。では来た道を戻ってもう一方の城壁内側の歩道の方に行ってみたいと思います。もう一方の歩道に来ました。片側に鉄の柵がありますので、安全に散歩ができるようになっています。この城壁の顔ともいえるこの物見櫓的な塔ですね、の真下まで来ましたが、非常に重厚感があって立派ですね。今映ってるあたりがスコーピエの市街地の中心部ですね。ご覧の通りさほど高い建物はありませんけれども、さっきも言いましたが、オフィスだったり銀行だったり政府機関の建物だったりが集中しているところですね。こちらに先ほどの塔からするとだいぶ背の低い、おそらくこれも物見櫓的な構造物だと思うんですけどもがあります。中に入れそうなのでちょっと中に入ってみたいと思います。ここからですとより市の中心部がよく見えますね。
日は月曜日ですので、昨日日曜日に比べると人も車もかなり多いです。もう少し先に進んでみたいと思います。先ほどのようなちょっとした物見櫓的な塔がいくつもありますね。もう少し見てみたいと思います。ずっと城壁に沿って歩道が続いておりますが、今思ったんですが、この感じ構造は中国河北省にあります万里の長城によく似てますね。個人的にはよく似ててそっくりだと思います。もちろん万里の長城の方が規模ははるかに大きいんですけれども、非常によく似てますね。この城壁の頂上が見えてきましたので、あそこまで行ってみたいと思います。もう少しですね。おそらくこの構造物がこのスコピエ要塞を紹介する写真なんかで使われる塔だと思います。今画面の正面に映っている赤茶色い屋根の建物群ですね。これがスコピエの旧市街になります。後でこちらも散策したいと思っております。一番高い塔まで来ました。ここは木製の台に上がれそうなので、ちょっと上がってみたいと思います。ちょっと怖いですけども大丈夫かな。見晴らしがいいですね。ここからですとほぼ360度スコピエが見渡せます。カメラを360度回してみたいと思います。では戻りたいと思います。本当に河北省、中国の河北省にある万里の長城によく似てますね。どっちが先なのかはちょっとよく分かりませんけれども。スコピエ要塞を降りて外側に回ってきました。非常に綺麗に見えます。石造りの城壁が堅牢な感じがするのと、あともちろん歴史感もたっぷりありまして、非常に見応えがありました。今日は北マケドニアの首都スコピエにありますスコピエ要塞を散策してみました。本日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。